レトロと岩本です。前にね、これ砂型、はい、でこれが金型、でここでなんていう動画をね、前撮ったんですよこれ。これね。実は、コメントとかメッセージでたくさんもらうのが、ちゃんとそのオートバイ自体をちゃんと説明してくださいみたいなのがたくさん来ます。砂型ってどの違いを前はねちょろっとお話ししたんだけど、もっと詳しく砂型と金型の違いとか、その違いっていうのはねちょっとついてる部品が本当にねその番号によって違うので、というよりはじゃあ何年何月生産はこうですよっていうので確実な部分だけをちょっと紹介していきたいなというので、このオートバイをしっかり説明してみたいなと思います。リクエストが多いようであれば砂型だけをしっかり、でこれも69年の12月にもう生産されてるんで完全に金型にはなってますけども、ただエミちゃん、前回も紹介したと思うんだけど、このオートバイ1400マイルしか走ってないんだよね。だからアメリカのテネシー州で買い付けてきてるので往復で約日本から2万キロで、現地で走られてたのが約2000キロちょっと、っていうこのオートバイはね、その代わりと言っちゃなんだけど、タイヤまで全部種類で言うとオイルぐらい。これなんでかわからんねんけど、サイレンサーだけ外したの盗まれたのかなそれ以外は本当にそのまま残ってると思うんで、このオートバイを紹介したいと思います。まずね、じゃあ CB750C7C7 なんてね、愛知県ではよく C7 なんて言われてます。でもこれね、正式名称はホンダドリーム CB750 フォアっていうオートバイになります。でいわゆるこれが通称でいう CB750K0 金型っていうものになります。で CB750 ってどういうオートバイっていうと、1968年の10月に東京モーターショーでプロトモデルがデビューしました。もちろんそれはプロトモデルだから市販車じゃなかったんだけどね、そして1969年の1月に全米のホンダディーラーを集めてラスベガスでこの車両が発表されました。大体ね140キロから160キロで巡航しても走れるオートバイを作ろうっていうコンセプトのもと作られた、本当ねその当時は夢のようなオートバイになります。1969年の6月に正式に全米で発売、日本での発売はそれを追うこと8月の10日に日本で発売となります。もう当時って1ドル360円固定レート時代で、もうこれをアメリカに売れば売るほどめちゃくちゃ儲かる時代だったみたいで、本当にその後のねホンダの礎になるぐらい儲けたモデルだっていうふうには聞いてます。アメリカの方がね早く出るっていうのはもう常でね7400台ぐらいから7400台7500台弱と言われてるんだけど、その砂型エンジンっていうのはほとんどアメリカの方に行った方が多いって言われてます。もちろん日本にもあるんですよ。日本ってね出来上がったら梱包せずにバイク屋さんの方に出荷していかれるのね、トラックに乗って、でもアメリカに行く時は木箱に入って出ていくから、6月にアメリカで発売しようと思うとタイムラグがあるでしょ。もう3月4月に作られて輸出していかれて1回ちょっとかかるから、だから早いうちに作られてるものっていうのはオール砂型なのね。でそういったものはほとんど最初のうちにガーッといったと。でもちろん研究用であったりとか、プロモーション用であったりとか、そういったバイクは日本の方に回ってたんだけど、本当最初のうちのっていうのはもうアメリカの方に出ていったので、北米にやっぱり砂型がたくさん残ってるっていう理由はそこにあります。で CB750 のエンジンなんだけど、これは空冷4ストローク4気筒2バルブの SOHC エンジン。 SOHC わかる？ SOHC わからない。 DOHC は？ DOHC はわかる。もう覚えた。じゃあ D と S の違いは？ダブルオーバーヘッドカムシャフトが S は砂型？シングル。シングル。シングル。カムシャフト1本です。だからオーバーヘッドのカム1本。そうか。SOHC。なるほど。でこのエンジンはドライ散布方式での潤滑になってるんで、オイルタンクがこの右側についてます。でこのオイルタンクっていうのもまた独特でね、 K0 まではこの中に角張った大きいオイルタンクが入ってます。だからこのタンクがこういうふうにね、このカバーが外に出てます。だからこれ乗るときにこう当たるんだよねこれ。そうですよね。でこれに当たって乗るのに邪魔になるからっていうのでみんなこうやって乗ったんだよね。これが殿様乗りって言って、日本では殿様乗りって言われて、アメリカでもみんなこうやってこう当たるから。そう
そうか、だから昔のって。ただ僕こう言ったら怒られる、まあ俺がそうやからいいんやけど、これ日本で見た中古車ってこの色が落ちてるんですよ、でもアメリカのやつってあんまり擦れてないんだよね。当たらへんのちゃうかなと思って。いや見て、あんまり擦れた跡ないの。あ、本当。ちょっと貼るね。これでもね、日本の人が乗ると俺なんか足短いもうここもスリスリそれでだから日本の人が殿様乗りって言ってこうなったんちゃうかなと、いうふうに思います。なるほど、はい、では改善されて K170 年後期に作られたものからはオイルタンクちっちゃくして内側に掘り込んで当たらないようになったっていうのが K1 以降です。だから K0 まではこういう感じでね、ここにオイルタンクのごっついのが入って、それをエンジンとの間を循環させることによってドライ散布方式で潤滑してるっていう形になります。なるほど。ゲートレードではスタッフを募集しております。絶版車を販売していただけるスタッフ、整備をしていただけるスタッフ募集していますので、お気軽にお問い合わせください。でね、この CB750 量産型オートバイとしては世界で初めて最速200キロで走れるっていうことで200キロを記録した市販車なんです。だから1969年の市販車最速で、市販車で初めてディスクブレーキが採用されたモデルになります。そうなんだ、そうこれがだから量産型初のディスクブレーキ採用モデルになります。これ1969年の6月にはもう発売されてたから、ってことは1969年の2月3月4月にも作り始めてたと思うのね。その頃って1日あたりの生産目標台数なんと25台。25台。そうだからそんなに売れるとは思ってなかった。だから砂型で作ってたのね。へえ。砂型っていうのは小ロット生産に向いてるのね。それがもうどんどん注文が入るもので、だいたい1日に100台以上作るようになってもバックオーダーがもうどんどん増え続けたんだって。それで1969年9月からは金型生産に変わって K0 だけで3万5000台を受注したっていうふうに言われてて、すごい大ヒットの。僕なんか自分のイメージの中では違うんやけど、一番売れたっていうのはフレーム番号と生産台数から見るとどうやら K1 だったみたい、でもその辺でね本当にこう移り変わりがあるんで、K0 の後期から K1 にかかって70年71年が一番売れたみたい。そこからK2、K3、K4、K5、K6 まで、日本ではそんなに細かくは分かれてなかったんだけど、北米でいうと K6 までこの形で販売されていくと。じゃあこのバイクに特化して見ていきましょう、これはもうこのバイクだけの話だから、まずこのバイクね、メーターの方から 100% 自信あります。もう現地で買ってきてるんで1419マイル、完全オリジナルです。ワイヤー類も一切変わってないです、でこのキルスイッチは黒キルスイッチ、でこの黒キル以外にももうちょっと年代が若くなるといろいろあるんだけど、この車両に関してはこれが黒キルスイッチで、オフオンいうのもここに書いてあるモデルになります。これがね書いてないのとかいろいろあるんだけどね。で前もちょっっと説明したと思うんですが、この番号ぐらいだと、69年12月生産だと金型のメーターになります。これが金型メーターね。で砂型メーターって何なのって思われる方は前の比較動画、あれを見てください。そうすると両方のメーターがどう違うかっていうのはあちらで説明しています。69年12月ぐらいのこの年式になると何だったかっていうと、これはねカットフェンダーは入ってます。これはカットフェンダー。はい、カットフェンダーというのはここがねカットされたままのフェンダーが入ってます。これにも年式やあれに応じてアンダーカットとか両カットとかでカットフェンダーじゃなくなるとかいろいろあるんだけど、それに関しても前の動画で、見てください。でこのままいくとこれは金型のゼロのリムで間違いなく合ってますし、これ何よりブリヂストンスーパースピード、もうまさにこれの純正タイヤです。で今度こっち側来て、これがキャリパーで、これがもう本当にね当時としてはこれが世界で量産型初のディスクブレーキになるんだけど、ここにこう筋が入るでしょ。キラッと光ってる部分と何にもない部分、もうここにしかパッとは当たらないんだけど、ここずっと引きずるっていう黒い筋が出るのが最初の新品のままのね証拠なんだよね。最初の頃ゼロでパッと変えたりしてないと、こういう感じでずっとこうなります。でここ下から見えるかな。なんか書いてある。トキコって書いてあるんでね。でトキコの後ろに3ってあります。3ってある。だからきっとこれは3番目の金型で作られてるブレーキキャリパーになりますね。でこれぐらいの番号になると昭和44年最終生産になるとトキコ3がついてるってことになります。こうやってねたくさん輸入していくと、だんだんこれやったらこれかな、これやったらこれかなみたいなのがね分かってくるんじゃないかなっていう。じゃあ、ここを外すやんか、そしたら例えば
じゃあこれちょっと見てほしいね。見て、1969年12月6日本当だにこれきっと完成してる。へえ。で完成検査を受けてスタンプ打って、昔の本当これ中開けたらこのカバーの裏に斉藤さんとか鈴木さんとかハンコが押してあることもあるし、でもこれは本当に69年12月6日にパーツとして仕上がってるサイドカバーになります。結構ね、そういうのを見ていくと、きっとこれバラしていくと日立のこの番号を読んでいってするとそういうのが分かってくると思います。そんなんでね、これもきっとこのカバー開けると、このカバーの中にちゃんと何年何月っていうのがあるんで、全部スタンプが。でね、みちゃん、こうやって開けるやんか。本当に僕開けたり触ったりしてないから、これね、もうゴムも死んでるやんか。でもこういう時にね、つける時無理やりやっておくと次外す時またパキって割れるのよ。ちょっと一手間シリコン塗っとくとクッと入るでしょ。はい、はい、そうすると次抜く時がね、今より楽になるんでね。なるほど。はい、じゃあシート裏行ってみようかな。これが1969年12月生産金型のシートね。でこのままでここに段差あるよね。はいある。ここはもう有名なダックテールなんだけどね。44年やけど、44年には生産されてるけども、これは70年型、70年に販売されてる車両のシートです。で44年のシートは前説明してるところで見てください。44シート言ってまた別で出てるんで。でこの特徴としては中のスポンジが赤い。ああ本当だ、赤い。そうなのよ。ほんで赤くて中空なのよね。これ全然距離乗ってないからこうなのよ。でこれ実は距離乗ってるやつは潰れてペタンコになって、この赤いスポンジがこの穴から抜けてしまって、べったんべったんのシートになるのね。これが K0 のシートの特徴。これは本当に2000キロしか乗ってないからこういう状態で残ってます。よいしょ。これが純正工具ね。これバッテリーのあれかな、バンドかな、きっとこれね、ここにバッテリーを止めとくつやつね。けてバッテリーをこうするやつ。なるほど。はいね。片付いたと思う。もうこれね、開けるときっと同じところに収まらないと思うんで、すいません、ちょっと割愛させていただきます。はーい。できっと絶対バラしてないから、この辺が面白いと思うね。どうやってシートが止まってたか。本当だ。そう本物はどうだったのか。これ本当に絶対触ってない自信があるから、いいんじゃないかなと思います。へえ。ね。あとね、ここにグラブバーがあるんだけどね。グラブバー。はい、このグラブバーはセンタースタンドを立てるときに使うグラブバーになります。そうなの？そうバイク乗るときはここにベルトのタイプになるので、ベルトに掴んでの2人乗りね、タンデムは。でこのグラブバー、もちろんこれに掴んでタンデムしてもいいんだけど、基本的にはこれはセンタースタンドを立てるときのグラブバー。いやこれね、シート持つとね、シート血入れるんだよね。そうなんだ。そうでここにグラブバーっていうのがついてます。今回これ1969年12月に作られてるけど、現実にアメリカで販売されたのは1970年。1970年といえば大阪万博。大阪万博。太陽の塔とかさ。これでもね、レジャーブームっていうのが来てた頃で、はい日本に183日間の開催で6420万人が来場。どこに？大阪万博。万博に。ごめん、人口わからへん。今で1億2000、3000って言われてるやん。当時、1億1000とか1億とかその辺じゃない？ちょっと後で調べて入れておいてください。はい。6420万人って今でも人口の半分以上が行ったってことやね。2人に1人が。そうか。すごいことだよ。すごいことだ。大阪万博。芸術は爆発だ。うわいや俺ら地元やったからな、本当にあれ見て育ってるから。であとタクシーに深夜料金とか早朝料金っていうのができた年、東京にはなるけれど初乗りが130円。飛行機のジャンボジェットが初めて日本に飛んできた。へえ。それからジャンボジェットの時代が来るんだよね。ボーイング747、間違いなく言える話が、僕本当にジャンボジェットは100回やそこらで聞かないぐらい乗ってるからね。起業したのがオーストラリア、いつもブリスベン空港というところから飛んでたんだけど、2週間に1回ブリスベンからシドニー飛んで、シドニーから関西入って、関西から東京入ってからフランクフルトからまた日本帰ってきたり、イタリア飛んだり、25、6から30何歳まではずーっとその生活してる。そのほとんどが当時は747やった。でも今飛んでないのよ、日本で。もうずーっとそうやってオートバイ買って買いまくってたね。どんどん話されていくね。あと日本に歩行者天国がスタートしたのも昭和45年、この1970年なんだよね。マイカーブームで4世帯に1台車が普及したのもこの1970年。そこから先は必需品に変わるんだけど、その頃は贅沢品でマイカーブームで、悲しいけど流行語はハイジャック。この年ね、日本で初めてハイジャックがあったんだよ。ホンダのこの CB750 なんかも発売されてるやん。車も本当にいい時代。
スズキのジムニーが発売やん。日産はチェリー、イスズなんかフォワードやで。フォワードなんか今でも走ってるよ、トラック。ホンダ技研からは車で Z、 軽自動車で Z って知らんかな。 360cc。 知らない。本当、バモス。バモスはわかる。それ今のやろ。本当の初期型バモスが出たのが1970年で、三菱自動車ギャラン GTO、 かっこよかったよ。あら、またエミちゃんわからへん。わからない。ほんで、あ、もうちょっともうわからない。足りてる。もうわからない。でもね、じゃあね、俺の視聴者様たちは求めとんねん、それをトヨタが出したのがセリカ。古いんだね。古いよ。いや、そのセリカがね、ずっと進化して、北米なんかではセリカのスープラまでたどり着いてるわけだからね。そうなの？そうなんですよ。はい、そんな感じでね、本当に1970年いい時代でした。で、ここで重大なお知らせが。はい。僕はまだ生まれてませんでした。はい。フェンダー。で、ここにね、本当はゴムがピョーンってあんねんけど、このゴムは飛んでしまってますね。で、ボルトね。これが2本で止まってるでしょ。これも間違いなく K0 の証ですね。はい、これがね、もうちょっと後期型になるとボルトの数が変わってきます。これまあもう海外仕様なんで、まさに合ってます。モデル CB750 のコーションステッカーになります。空気圧であるとか、どのダイヤ入れてくださいとか、そういったことが全部書いてあります。綺麗に残ってますね。ねえ、これ見て、今気づいてないでしょ。タイヤブランド、フロントブリヂストンだったらスーパースピード、ダンロップだったら F3、ケツは K87。これはブリヂストンだったからこれで合ってるんだよね。合ってる。はい、で、まあリアはね、ドラム式のブレーキで。で、はい。これショックやけど、はい。本当はここにね、昭和のね、これ昭和製だったと思うんだけど、ここにブルーのネッシュっていうステッカーがね、新車の時には貼ったんで、そっちもないかな。残念ながらちょっとステッカーを剥がしてるんですが、ここにブルーのステッカーがちょろっと残ってるのが純正で、2本札があって、で、これね、残念ながら、この、サイレンサーが抜かれてるんだよね。1個だけしか残ってないんだよね。これだけはもう本当購入した時からそうなんですよね。そうなんだよね。それだけが残念な感じではありました。で、あとね、K0 でポイントとなるのがこのチェーンケース。これね、チェーンケースのカバーがここまでしかないのね。これショートチェーンケースって言って、もうこの後にはこの辺りまで伸びます。下手したら3、4センチ伸びたんじゃないかな。で、これ何やっていうと、チェーン油が巻き上がってね、で対策品に変わるんだけど、でよくアメリカではここに穴開けて、ここに穴開けて、泥よけつけてる人がいっぱいいました。で、ゴムをこうやって、そうなんだ。チェーンの油が飛ぶから、こういったチェーンオイルが飛ばないようにするようなものをつけてる人が多かったです。で、ここにはコーションのステッカーが1枚入ります。で、こちら側のサイド側にはこうやってオイルのグレードとか、きっとね、これチェーンオイルのことまで全部書いてあるからね。なんで読めないかっていうと、エミちゃん、老眼で見えへん。なるほど。これかけてやったらなんかおじんくさなるやろ。こうしたら見えんねんけどな。ごめん、チェンジオイルやったわ。アンドチェックフィルター。3000キロか2000マイルかで交換とあれはしてください。やっぱりこれなかったらもう読まれへんの何事も。じゃあこっち側も何年何月か見てみようか。これね、必ず気をつけてください。このカバー外そうと思ってガンってやったら割れます。これ絶対にこれを開けるときはこのオイルゲージをね、そうこれオイルキャップとゲージが一体化になってます。で、ここ見て、時代やろ、コルクやで。これコルクなの？コルク。当時のままやったらここがコルクでキャップね。で、これを外してから、これな。はい、これほんまに長い間外したこともない。ピッカピカやもん。こっちは69年11月24日にって書いてるから2番工場やったのかもしれないね。すごい。だからライトカバーは11月24日には作られたものが12月の生産で載ってて、向こうは12月だったよね。ってことは向こうの一番工場1ってなってたから、そっちの方が工事が早く進んでたかもしれんね。まあ分からへん。こういうのはもうあとの想像でしかありません。これがね、オイルタンクなんだけど、言ってるようにここがカクカクっとして出っ張ってます。はい、これはこの CB750 のオイルのホースなんだけど、これがまたもっと初期型になると、ホースの形とかタイプが違ったりします。そうなんだ。これドレンボルトだよ。こんなところにあるの。へえ。はい、だからオイル交換するときはここから抜いて、だからこれがオイルタンク。はい、入れるときは必ず上からね、上通してから、ここを通してから。うわ、本当に硬いね。次抜くときが怖いわ。もう終わりたくないよ。ういえ、怖っ。は
はい、もう次はグロメと変えます。ゴム変えるわ新品に。いやじゃなかったら怖い。割れちゃう割れちゃう。外装で言うと前回もしたと思うんだけど、このタンクがシワタンク。あ、そうですね。はい。だから1969年12月生産はシワタンクがついてて OK です。なるほど。前も言ってたんですけど、これがはけ引きって言って、これね。はい、手塗りでしてるタンクになるんですけど、これは日焼けが進んでないからほんと綺麗すぎてまだはけ目が出てないんで分かりにくいですが、これがはけ引きになります。こうはけの跡があるでしょ。あるある。はけでシュッシュッって塗った、これがはけ引きっていうのになります。これもね間違いなく同じ塗り方をしてるんだけど、まだ綺麗だから出てきてない。もう一回次のオーナーがしっかり走ると出てくると思います。でさっきの続きでいくと、これがオイルフィルターになるんです。もうこのタイプで普通です。みんなねもう丸々のツルツルのフィルターがとかって言うんだけど、これが普通のオイルフィルターのケースになります。ちゃんとフィンがついてね、冷却性能が上がってます。でホーンは右ホーンで、ホーンの色は黒色になりますね。69年12月はもう黒ホーンの右です。ちょっと忘れてたんだけど、見てみるとここにはへそキーがあります。へそキーっていうのはここがへこんでておへそみたいになってるよね。本当だ。でキーの方にもプラグがついてて、それを挿すことによってピタッとはまって回るのがへそキー。まあこれもねもうちょっとしたらなくなると思います。69年の12月生産にはへそキーがついてます。はい、じゃあ、はい。これがへそキーです。へえ。この部分がへそにね、入るのよ。こうやってピッてほら。ほでこれがへそキー。あとねちょっとしたポイントで言うとね、これがねついててちゃんとしてると初期型の結構ミラーになります。このマーク？そうです。でねこのね、上の部分がこういう風に埋まってて削った跡があると、こういう仕上げがしてあると、まあ大体この年式のミラーで合ってます。あ、そう変えなんですね。られてると、後期のものに変えられてると、まあこういうのがないかな。あとはねゼロで言うと一本引きって言ってね、キャブレターをね一本引っ張るとこのワイヤーで4つ、ワイヤーで引っ張られてるね。結構ちょっと同調灯も難しいって言われてるんですけどね、そういったキャブがついてます。17000番台ぐらいはこんな感じ。まあこんなのがね一通りこの番号についてる CB750K0 の組み合わせかな。これはね J トレードの在庫で販売もできる車両になるので、ぜひこの先ね、日本でこれをね走ってくださる、もしくはコレクションしてくださるオーナーさんがいたら、はい、ぜひお問い合わせください。あとはね、うちにはもっと若い番号があるよとか、プロトタイプ持ってるよとか、そういうお話があったらぜひコンタクトしてください。日本全国どこまで行ってでも取材して撮らせてもらいます。じゃあ、現在突然のご来店による見学と対応ができない状況に陥っております。スタッフが少ないためお許しいただきたいです。また事前にご連絡いただければできる限り対応させていただいております。商談は随時承っております。お気軽にお問い合わせ